素人ものだ。今日も京都でパソコンを組み立てていくわけですが、今回はちょっと違うんだよな。まさかこれは、そう、BTO パソコンです。ついに自作 PC を捨てたか終わったなこのチャンネル。待って。ご存知の通り今絶賛 AI ブームということで、メモリや SSD を中心にパーツの価格がえげつないことになっておりまして、しかもそれがいつ終わるのか見通しすらわからないと控えめに言ってクソファ苦しい状態が続いてるわけです。言葉遣い。さてそんな中、必然的にパソコンを買うという行為は気が引けるわけですが、だからといってパソコン入れ替えたい欲が収まらないというのもまた必然ということで、ここで IQ53 万のモノブレインは答えを弾き出しました。中古の BTO パソコンの中身をひっぺがしてまるで新しい見た目に入れ替えたら最強じゃね。これは IQ さんということで、今回は様々な自作 PC パーツを駆使して中古の BTO パソコンをまるで別物のように作り変えてしまおうというわけです。早速やっていこう。ということでまず最初に BTO パソコンのおさらい。今回使うのはガレリア、日本のパソコンショップ、ドスパラの超定番ブランドだね。パソコン詳しくない人でも知ってるレベルだな。そんな定番ブランドってことで、見た目は普通のパソコンって感じ。電源をオンにすると光る。これはこれでなかなかいいじゃのいこ。起動時にガレリアのロゴが出てくるのいいよな。スペックをシリアル紹介で見るとこんな感じで、第11世代 i7 と RTX3060Ti の一昔前の構成。保証の期限から逆算して、21年の12月あたりに買ったのかな。5年前。だけどメモリは 32GB、SSD も 1TB しっかり乗ってるし、これは活かすっきゃないでしょ。ということで早速組み替えていこう。今回使うケースはこれ。CPS C3M500。7月末発売の出来たてほやほやケースだよ。CPS さんから提供いただきました。おお、これはまたすごい見た目だ。普通のピラーレスは正面とサイドがガラスだったけど、この子は天面までガラスの3面ピラーレスってやつ。白いカラーと相まって透明感がすごいでしょ。サイズもこんな感じで、ガレリアと比較しても変わりなく、なんなら高さは小さいくらい。一方で横幅が増えてるのは注意だが、それでも置き場所は困らないだろうな。そしてこのケース、なんてったって価格が素晴らしくてね。ケース単体で7980円。3面ピラーレスで1万円切るのかよ。もちろんケースファンが付属しないのは注意だけど、それでもこの価格は驚異的。なるべく安価に BTO の見た目をガラッと変えるのに最適ってわけです。ということで早速組み替えをしていく。イエーイ。ドスパラくん見てる？今から君の大切な BTO パソコンをめちゃめちゃおしゃれに作り変えちゃいます。こいつに二度とドスパラから案件が来ないことが確定しました。おペン。案外ホコリがめちゃめちゃ溜まってるわけではないのね。全然動作には問題なさそう。そしてトップを外して黒とモノが死んだ。殺すな。イヤーフィルター交換にドライバーが必要なせいで掃除が億劫になっちゃったんだろうね。わかるよ。とても。自作 PC ズボラ部へようこそ。そして裏側の配線スペースも外してこんな感じ。じっくり見てみるとケーブルがこんな感じにゆとりがあったり、グラボのコネクタがテープでがっちり留めてあったり、BTO 特有の輸送を考えた対策が散りばめられててなかなか面白い。さすが数万台を出荷するパソコンメーカーって感じだな。ということでここからさらにケースファンに、クーラーも外して、そしてグラボも外して、ケーブル類を外していく。最後にマザーをと外すわけです。あとはバックパネルを外したら、見てガレリアの居抜き。ここに5090を載せる企画とかやったら楽しそう。ガレリアもかわいそうにこんなやつの手元に来ちまったばっかりに。そしてマザー、クーラーの残りの金具を外しまして、どうやらアースロックの H570 ファントムゲーミング4が使われてたようだね。団体販売もされてる標準的な ATX 規格のマザー。BTO の中身は大体こういう市販パーツで固められてるので、自作 PC でも使えちゃうことが多いんです。ただし一部メーカーでは独自設計を採用している場合もある。ここら辺は自分の使ってる BTO の中身をチェックしてみてくれ。ということで今回はこのマザーとその上に乗ってる CPU、メモリ、SSD、そしてその中に入ってる Windows をそのまま流用します。実質これがガレリア PC です。こんな変わり果てた姿になっちまって。ということでケースに組み込む前に、まずメモリに手をつけよう。メモリは交換しないはずじゃ。じゃーん。メモリヒートシンク。なんだこれ。こうやって今あるメモリに、こう挟み込んで、見た目をゲーミング風に変えちゃう優れものだよ。取り付け前との比較がこんな感じ。結構印象違うな。でしょ？ちなみに上には RGB も搭載されてて光ります。Amazon で3000円くらいで買えるので結構コスパいい。そして次こそケースにマザーを入れます。ケース両側面のパネルを取り外して、さっき外したバックパネルを取り付け、
スタンドオフの位置をマザーの穴に合わせ、ガッチャンコ、本日2度目。次にケース端子用のケーブルを取り付け、USB-C ケーブルに、USB 3.0 ケーブル、USB 2.0 ケーブル、オーディオケーブルに、フロント端子ケーブルの5種類。ということで USB-C と USB 3.0、フロントパネルケーブルに、USB 2.0 と、オーディオケーブルを取り付けて、これでケーブル取り付けも終わりだよ。一部古いマザーだと USB-C 端子とかがなかったりするんだけど、今回の H570 マザーだと全部あったよ。ラッキーだな。そしたら電源も取り付けよう。サーマルテイクのタスパワー GT850W ATX3.1 スノー。さすがに4年も使ってれば電源も買い時だろう。ということでここは入れ替え。ケーブルが白いから今回の構成にぴったりだな。ということでケーブルを取り付けて、ケースにイン。ATX24 ピンと CPU8 ピンと追加の4ピンを取り付けたら取り付けは終わり。そしたら次にクーラーを取り付けるよ。クーラーは CPS の DV360ARGB ディスプレイ。今年の8月10日発売の新作モデルだよ。特徴はなんといってもこれはディスプレイか。そう、6.67 インチの 2K アーモーレッド曲面ディスプレイを搭載。取り付けるとこんな感じに結構面白い見た目になるんだ。新宿東口の猫広告って言えばわかりやすいか。そして冷却についても基本設計が CPS のハイエンドクーラー PT360 シリーズと共通だから性能も文句なし。金額が3万円半ばとかなりお高めなクーラーだけど、クーラーはパソコンの顔とも言えるパーツ。見た目にこだわるならぜひ奮発してみてほしい。ということで取り付け、ファンはすでに取り付け済みだからそのままケースのサイドブラケットに取り付け、便利だ。今回はチューブを一番ベストな下向きで取り付けたけど、干渉とかするようなら上向きでも大丈夫。そしたらファンのケーブルを配線して、裏側に移動してクーラーのバックプレートをマザーに取り付け、両面テープで貼り付けるんだよな。そしたらヘッドを取り付けるよ。グリス塗り塗り。クーラーグリグリ。あとは四隅をネジ止めして、ポンプ端子をマザーに接続すれば OK。そしたら最後にディスプレイユニットをガッチャンコ。ちなみに向きを変えることもできるからお好みで、固定できたらディスプレイ用の USB ケーブルをマザーに接続して、クーラー取り付けも終わりだよ。そしたら次にケースファンも接続。CPS の F7X120ARGB ファンとリバースモデルの F7X120RARGB ファン。リバースモデルの方は3個パックだな。水冷についてきてたファンと同じシリーズで同一感が良き。ということでこっちのファンも連結して、ケースに入れる。あ、下向きのチューブと干渉してるじゃねえか。ありゃー。ということで一旦ラジエーターを外して、チューブ上向きに取り付け直し。これでよし。そしたら改めてケースファンを取り付け、その前にフィルターを外さないとな。よし。そしてリアには通常回転バージョンを取り付け、こっちは1つね。できたら最後、3個パックの方に付属してきたファンコントローラーを接続。回転用の PWM 信号の他に RGB 制御用の ARGB 信号も分岐できるから便利なんだよねこれ。そしたらファンコンとマザーを接続して、ケースファンの取り付けも終わり。そしたら最後、グラボの取り付けもしよう。グラボは ASUS Dual GeForce RTX5060Ti8 ギガホワイト RTX5060Ti8 ギガ搭載のグラフィックスカードだね。ASUS さんからお貸し出しいただきました。ここも RTX3060Ti から入れ替えです。グラボもか。ここも寿命っていうのと、何より見た目だね。試しに BTO に乗ってた 3060Ti を乗せるとこんな感じなんだけど、そして今回の白い 5060Ti を入れるとこんな感じ。めちゃめちゃ違うな。でしょ？白 PC を組む上で、マザーは別に黒くてもなんだかんだ成り立つんだけど、そこからせり出すクーラーとグラボ、そしてメモリ。これだけは絶対白にした方がいいんだよ。あ、そういえば今回は元マシンが GeForce ってことで、同じ GeForce の中でお手頃な 5060Ti の8ギガを選んだけど、ASUS なら 5060Ti の16ギガモデルもありますし、5070でも、なんならラデオンでも白モデルがあるので、ここはお好みで選んでください。白であればいいと。そしてこれでパソコンとしてのパーツは全部取り付けできましたが、なんか足んねえよな。もう十分じゃないですか。いいやまだだね。こういうのを用意しました。何これ？色鉛筆？ちょっと似てるの腹立つな。これはケーブル用の LED ライトストリップだね。こうやってケーブル部分をピカピカできちゃう。これいる？延長タイプのスリーブケーブルと違って、今ある電源のケーブルにかぶせる形だから、変換コネクタみたいなマイルリスクがないのがいいところ。そしたらさらに追加。まだやんのかよ。
いやー、せっかくここまで組んだマシンですが、ちょっと上部分のケーブルが目立つなって思いまして、こういうのを用意しました。リアンリ 8.8 インチユニバーサルスクリーン。リアンリの8インチディスプレイだね。こうやってアームがあるから、これを取り付けて、後ろ側の12センチファンに取り付け、じゃーん、ケーブルを隠せるのか。ふふふ。いいでしょう。ただこのままだとモニターが右に垂れ下がっちゃうから、メモリの上に乗っけてるのはちょっとご愛嬌。でもまあこういう力技も自作 PC らしくていいよね。ってことであとは USB をマザーに接続して、最後にパネルを閉めたら、完成だよ。なんということでしょう。築5年、埃をかぶり、その中身を誰にも見られることもなかったあの重々しい箱が、今では3面すべてがガラスの光あふれる住まいへと生まれ変わったではありませんか。怒られてしまえ。と冗談はさておき、見違えるくらいかっこよく仕上がったでしょ。ガラスどころか色すら変わったからな。ライティングは白で統一して一体感のあるように、搭載された2つのディスプレイには白ちゃんを表示してるよ。我ながら美人だな。ふふ。自己肯定感高。ちなみに乾燥後も、パソコンを起動するとガレリアのロゴがしっかり表示されます。そうか、マザーとかデータを丸ごと引き継ぎだからそのままなのか。そう、ケースもクーラーもファンも、なんならグラボすら入れ替えたけど多分これはガレリア。誰が言おうとガレリアなんだ。だから怒られちまえって。USB は上に配置してあって、USB 3.2 のタイプ C と USB 3.0、2.0 のタイプ A ポートの合計3つ。前が4つの USB 3.0 タイプ A だったから、USB の本数自体は減った感じか。だね。でもその代わりタイプ C がついてるからいろんな機器には対応しやすいはず。フィルターは底面に1箇所。このケースの価格でスライド式のフィルターが使えるのいいな。ただ電源ユニット部分にフィルターがついてないから、もし必要なら別途マグネットフィルターを入れてもいいかも。そして重量は約 13kg。ガレリアがおおよそ 12kg くらいで 1kg くらい重くなったかな。ただ3面ガラスに水冷ユニット、ファンも持ってると考えるとあまり重量増えてないな。だね。サイズも相まって机に無理なく置けるパソコンだと思う。そして最後にここまでかけた乾燥費用がこんな感じ。18万。なんだかんだかかるな。まあその大半はグラボだけどね。でもこういうおしゃれ PC を一から作ると30万オーバーが当たり前。今回は BTO を流用することでメモリと SSD だけじゃなく CPU やマザー代をスキップできるし、マザーを引き継いだおかげで BTO 時代の Windows ライセンスもそのまま引き継げるからライセンス代も節約できるよ。そして肝心の性能だけど、残念ながらこれは正直ゲーミングとしては渋めって感じ。基本性能はこんな感じで 5060Ti にしたのもあって乾燥前と比較して4割近いアップなんだけど CPU 性能は変わってないからそれが足を引っ張るよねって。ああ CPU ボトルネックか。Apex や Valorant みたいな対人ゲーだとそもそもが軽いからあまり FPS 差が出なくて、フォルツァホライゾン6やサイバーパンク2077みたいな重めなタイトルでも 3060Ti の時とあまり差ができない。他のタイトルでも同様だね。じゃあ実用性では微妙なのか。単純なゲーミング性能ではそう。ただ全然違うのは機能面と省電力性能だね。3060Ti と比べて 5060Ti では DLSS4.5 のマルチフレーム生成機能が使えるのが大きな違い。こんな感じ。全然違うな。特にフレーム生成はグラボ側の機能だから CPU 性能の影響を受けにくいのがいいところ。古いパソコンでの乾燥に刺さる機能ってわけか。そしてもう一つ、省電力性能も見逃せない。サイバーパンク2077実行中のモニタリングデータがこんな感じで、フレームレートはあまり変わらないのだけど、グラボの消費電力はおおよそ半分近くまで下がってるんだよね。これが5年分の差か。それに加えて今回はケースからクーラー、グラボまで足回りを一気に改善したおかげで温度も大幅ダウン。ゲームはもちろん、OCCT の最大負荷でも全体的に10度以上温度が下がった。CPU フルパワーで50度以下ってやばすぎでしょ。さすが CPS のハイエンドクーラーだね。そして温度が下がったってことで音もこんな感じに。全然違う。ゲーム中ですらほぼ無音。OCCT の最大負荷ですら40デシベル以下で、BTO の時と比較しておおよそ10デシベルも下がったよ。ゲーミング性能では CPU ボトルネックの発生してるが、機能性と省電力性能アップ、静音化が実現できたって感じか。ということで今回は CPS の新作ケース C3M500 を中心に使った BTO パソコンリフォームだったよ。
どうだったかな？普段とは全く違う企画だったが、新鮮なところも多かったな。だね、いつもみたいに最新パーツでお金をかけておしゃれな PC を作るっていうのも楽しいけど、こうやって古いパソコンでもおしゃれは作れるんだよってことを伝えられたのが嬉しい。特に今回紹介した C3M500 は3面ピラーレスで1万円以下っていう破格のコスパで安価におしゃれ PC を目指すのに最適だし、その魅力を生かした PC に仕上がって満足。ただ CPU とかを引き継ぐ関係で裏棒を変えてもボトルネックが気になるところだが、まあそしたらまた数年後くらいに CPU とマザー一式を買えばいいんです。というと今回紹介したパーツ、実は最新世代にも十分対応できるものをチョイスしてるので、もしさらに性能を上げたいなら今度は CPU とマザー、メモリ、SSD と買い替えれば、そうか、次は今回入れたパーツをそのまま流用できるのか。そう、そしたら CPU 性能も上がってボトルネック解消、グラボの性能爆盛りで2度美味しいわけです。自作 PC 式のテセウスの船、いつの間にか BTO の原型が消えてるんですが、それは自作 PC 沼にようこそ。最初からそれが狙いか。ふへへ。ということで今回の動画は以上。何かこのマシンで質問とかあれば、ぜひコメントや X の DM へ。質問箱もやってるからよろしくな。この動画が面白かったらぜひチャンネル登録や高評価、いいねしてくれると嬉しい。それとこの動画を見て PC 組んだりパーツ買ったよって人は、X でハッシュタグ、購入したものだよってつけてポストしてくれたら嬉しい。それじゃあ次回の動画もよろしく。バイバイ。